ぱり管理職がな場合ですよね。一概には言えないけど、規定ばかりの会社はちょっときついかもしれないですね。なんでかっていうと、分かっちゃうんですよ、優秀な人。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回もお願いいたします。今日のご相談がですね、最近弊社で優秀な社員が次々と辞めていく事態がちょっと起こってまして、そもそも優秀な人が活躍できない会社って何が原因なのかなっていうちょっと根本的なところを考えてたんですけど、その辺ちょっとモン社長の経験則から語っていただきたいなと思ってます。そうですね。僕の目線からだと会社自社を見ていて、いろんな拠点部門みたいなものがあるので、部門とかチームをですね、ある意味一つの会社として捉えたときに、どうかなという視点でまずお話しすると、やっぱり管理職が利己的な場合ですよね。管理職が利己的な場合、例えばメンバーに対して、あんまり優秀な人が出てくると自分が追い越されたら困るとか、あんまりこのメンバーができることを知られてしまうと、例えばうちの視点からいなくなっちゃうかもとか、隠すとかね、隠そうとするとか、例えばそれこそこのメンバーさみたいな、なんかすごい入ってきてすごいアウト元気いいし、成績もまあまあいいし、どんな感じの子なのとかって聞いた時に、いやまあ成績は出ますけどつってちょっと人間的に問題ありですかねみたいなとか、あの手この手言い訳をつけて、なんかあんまりいいイメージを与えなくする。思い当たる人いるな。メンバーに対してはそんな感じしますよね。なんか追い越されたら困る。できるのがバレたらどっかに移動させられる可能性がある。昇進すぐしちゃってとか、俺はここで結果出して俺の給料に関わる、評価に関わるんだからつって自分で囲っときたいみたいな過剰に思ったりとか、なのでこの人どういう人って聞かれた時にちょっとマイナスイメージ入れちゃうとかその人知る由がないから、こういうのは良くないですね。そうですね。あとは対会社に対しても、管理職が利己的っていう観点からいくと、管理者が要は会社の利益よりも自分の利益を追求。この先話したこと似てますけど、だからメンバーの利益よりも自分の利益、会社の利益よりも自分の利益、そういう意味でやっぱり利己的な人がいるところは見透かされちゃいますよね。そうですよね。これが結果ですよ。なんか成果を出しても評価されない、報酬が上がらないとかって言われちゃう原因の一つにもなり得るし、そうですね、垣間見えるんで、なんか俺がすげえ頑張ってもこいつに全部持ってかれんなみたいな、そんな感覚になっちゃう人がいるんじゃないですかね。だから管理者がとにかく利己的な人のところは、いい人が来ましたとかいい人が出てきたみたいなのが、少ないですよね。辞めてっちゃったりとか、した過去は結構ありますね。なるほど。他には優秀な人視点で言うと、だからそういう時も含めてなんですけど、社員の意見を聞かない会社、なんか別に聞いたからって全部その通りにできるわけじゃないんですけど、結構聞くことは大事だと思うんですよね。だからコミュニケーションの問題とか、姿勢の問題だと思うんですけど、なんか実際会社って言うとだから経営陣もそうですし、違う部門とかそれこそ人事とか管理部とかかもしれないですけど、意見聴取する機会がないとか、意見を言うルートが全く閉ざされてるとかは、ちょっと黄色信号ですかね。黄色信号ですか。もう一回言いますけど、意見をもらったからといって100もらったら100を全部改善できるわけじゃないんですけど、やっぱり声は必要なわけですよ。現場の声とかコンディションチェックの時も必要だし、その部門で何が起きてるのかなみたいなのを推測するにもそうだし、意見はやっぱ重要なわけですよね。だからそういう会社はやっぱちょっとピントがずれてる可能性がありますよね。なるほど。だから、聞かない会社みたいな、聞くルートがないとか、環境がないっていうのはちょっとやっぱりやばいかな。なんか本当にだから言っても無駄だっていうのは愚問だと僕は思ってますけど、そう思わせちゃうことは、強いですよね。なるほど。僕の会社でもあるのが、なんか新しいことをやるたびに否定してくるなんかそういう雰囲気があって、そういうのもやっぱ中長期的に見ると
離職の原因の一つなのかなとは思ったりもするんですけど。まあ一概には言えないけど、規定ばかりの会社はちょっときついかもしれないですね。なんか僕らも会社でミーティングルールとかありますけど、まずはやっぱり、いいね、それと。意見出してくれてありがとうと。新しいことをやってくれてありがとうと。で、まず入るべきで。しかしながら会社にとって実はそれってマイナスの要因が出そうなことであれば、まあちゃんと理由説明して止めるとか、そもそもそういうことにならないように最初にこうプロセスを踏ませるとかは必要かもしれないですけど、まあでもとりあえずそう新しい意見言ってくれたりとか新しいことやってくれたら、そういう意見くれたこととか、行動してくれたことにまあ基本やっぱいいねありがとうと、みたいな。だからちょっとこれ別で考えてたんですけど、チャレンジをしないとか、新しいことに消極的な会社はやっぱりそうなるかな。そういうチームも含めて。会社って言うけど、結局多分普通に考えたら会社ってじゃあ誰やねんってなった時に、究極はだから経営陣、社長とか役員で、チームだったらやっぱりその長ですよね。イコールそういうことだから、それは見切られちゃう可能性もありますよね。なるほど。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたことが、いわゆる優秀な人視点からの原因かなって思うんですけど、逆になんかこう管理職視点で見たときに、こういうのって優秀な人が辞めていく原因になるよみたいな、何かありますかね？これ僕前職の時に、まあ管理職やってたんで、いわゆる中間管理職ですね。その時の経験をすごい思い出してるんですけど、悪いことしてる会社はダメですよ。悪いことしてる会社、というと？まあ色の定義ありますけど、せこいこととかずる賢いことばっかやってる会社は基本優秀な人は辞めますよね。そうですよね。なんでかっていうと分かっちゃうんですよ、優秀な人。だからちゃんとした大人とか雇えないんで、言い方ですがアホな人しか雇えなくなるんですよ。なるほど。だからそれに気づけないとか、もうそうだと信じ込むとか、言い方すごい悪いですけど、アホな人が集まる仕組みになっちゃってるんですよ、イコール。で、そうすると優秀な人が入ってきたら、どういうことみたいになっちゃうわけですよね。絶対それはないでしょみたいな。で、気づいてって、そういう会社ではずっと働けないなとか、なんか言い方悪いけど、やっぱずるいことをしないと上がれないんだとか、やっぱ思っちゃったりとかして、なんか辞めるって言われて、なんでっつって言ったら、だってこうじゃないですかみたいなこと言われて、もうなんか俺もグーの念が出なかったんですよね。確かにそうだよね。まあその時は本当力及ばずで変えようとはしたけど、まあ変わんなくて、そんな経験があったんですね。そうですね。まあとにかくでも仕組みが悪いですね。結構数字が開示されないとかもそうかもしれないです。開示するっていうことは良くないこともあるかもしれないですけど、基本的にはやっぱりそのオープンブックマネジメントというか、オープンにやっぱなるべくしていく方がいいと思うので、オープンにしようという姿勢がまずないとか、基本的に秘密主義とか、もちろん言わなくていいこともあるんですけど、この線引きってやっぱり結構もう社長とか役員の判断とか、イコールだからみんなから見れば会社ですよね。判断になるんですけど、価値観っていうのかな。とにかくオープンな姿勢、見せれるものはオープン、見せたらあんまり良くないよなというものも、まあ、見せようとする。どういうふうに見せたらリスクがないかとか、考えながら見せようとする姿勢があるとかがいいと思うんですけど、反対に何でもかんでも隠すみたいな機密主義、別にそれは見る必要ないとか、それは良くないですよね。優秀な人ってやっぱ勘ぐったりとか、そうですよね。なんかやっぱり例えばですよ、自分が出した業績、例えば A の部署で出した業績があって、それ数字分かってるのに、なんか会社全体の数字とか見たら、みたいなとか、自分の部署の数字が後からちょっと、あれいじられてるみたいな感じとか、例えば極端な話、分かりやすくレベル低いの言うと、例えば自分の成績をなんか複雑にポイント化して月次で発表されてますと。例えばそのポイントが100ポイントいくと臨時賞与が出ますみたいな仕組みになってましたと。自分としてはすごいやってメモしていて102点だったと。でもちょっと計算式が一部クローズされてるところがあって多分100点超えてるはずなんだよなと思う。
だけど、いざ開けてみたら99点だった。惜しかったね、あと1点でボーナスだったのに、これボーナス払いたくないからいじったのかみたいな。それちょっと勘ぐりますね。優秀な人がやっぱそうなっちゃうような仕組みとかがあると、これって結局なんか正直にやっても一生懸命頑張っても、そういうところで左右されちゃうんだったら、微妙なのかなって思うし、そんな管理職も一緒ですよね。だからまあとにかくオープンかクローズドかみたいな感じで言うと、やっぱちょっとクローズドな会社、クローズドすぎる会社は、って感じですね。なるほど。いやーでもありがとうございます。それぞれの視点で語っていただいて。もう一個あるかな。なんかやっぱ単純に言ったらやっぱ忙しすぎる会社っていうか、僕も会社で思うんですけど、例えば何か業務を改善しようとすると、みんな忙しくて帰りのことを考える時間がありませんって言うんですよね。例えば10の時間があって10の仕事をしてると、これに改善の何かそのことを考えようとすると、もうパンクなんで無理ですみたいな、これって忙しすぎるかもしれないんですけど、よくよく見てみると考え方によるんですけど、そこを頑張って例えばそのやること10のうち頑張って1削って、その1の時間を当てたとするじゃないですか、もしくは一時はもうしょうがないからちょっと残業してその時間を使ってでやれると思うんですね、僕は。でもその毎日1をなんとか削り出す過剰に使うことによって、例えばじゃあ1ヶ月分じゃあ20何みたいな時間を使って業務改善の企画が練れたら、翌月から毎日の仕事8になるかもしれないですか、確かにって考えたらやった方がいいに決まってんじゃないですか、それを推し進められないところは結構まずいなと思うんですよね。それってなんか僕からすると、なんでみんなこう言うんだろうなって思う時あるんですけど、それって僕からしたら言い方悪いんですけど、足し算引き算できねえやつじゃんと思うんですよ。だって今1ヶ月目プラス25時間だとした時間使って、2ヶ月目からそれがマイナス20時間になる。もう2ヶ月で回収じゃんみたいな。足し算引き算の話なのに、いや忙しいんですよ忙しいんですよって100をずっと続けるわけですよ、みたいな。これに対して改善意欲がないやっぱり会社とか社長、経営陣とか管理職は優秀な人からしたら、バカなのって思われますよね。僕もだからやっぱりこう他の会社とか見たときに、いけてないチームとか、社内でできちゃうときありますけど、見たときにアホなんって思っちゃいますかね。そうですよね。わかりました。ありがとうございます。優秀な人が辞める会社の特徴ってことですけど、管理職は利己的な人、対メンバーに対しても対会社に対してもというところ、あと意見とかをですね聞くとか、聞く機会とか、なんかそれをこう話すルートがないとか、基本オープンではなくてクローズド、情報に対して社内に対して結構クローズドな会社とか、あとチャレンジしない新しいことに消極的な会社、あとあんまりよろしくない、過激に言うと悪いことあんまりよろしくないことをしている会社とか、あと忙しすぎるという体で改善に意欲的でない会社とかは、優秀な人はどんどん辞めるんじゃないですかね。皆さんからいただくいいねやコメントはとっても励みになっております。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。